かぶじいさん。はい、皆さんこんにちは。かぶじいさんです。前回に続いて今回も8月の初旬、私の家内と2人で車で白樺湖美しが原方面の小旅行に出かけた時の様子をバックに、私かぶじいさんの人生トークをお送りいたします。今回は65歳になった私が考える、周囲から老害と言われないように注意しなければいけないなと思うことについてですね、自分への戒めとして語っていこうと思います。決して上から目線でね、皆さんをね、諭すとかそういったつもりは全くありません。自分がね、普通に普段注意しなければいけないなと思っていることをつれづれに語っていきますので、お時間のある方、最後までぜひ聞いていってください。この映像はちょうど白樺湖の湖畔をですね、家内と散策しているところですね。この日ね、埼玉を出発した時はもうね35度超えのね猛暑だったんですけれども、この白樺湖周辺はね24度ともう爽やかで、湖面を渡ってくる風も涼しくてですね、空はもう夏の空、青空と白い雲、そしてこの青いね湖面が本当に綺麗で爽やかな日でした。私のチャンネル紹介の動画などでよく還暦を過ぎた私かぶじいさんがというふうに自己紹介をしてるんですが、私は今実際には今年の1月でね65歳になってます。還暦を過ぎたといってもね、もう還暦過ぎて5年も経ってるんですよね。65歳になりますね。もうさすがに年取ってきたなということを意識せざるを得ない、いろいろなシーンがあります。その中で自分が特にね気をつけなければいけないなと思うのが、最近よく耳にする老害ということなんですよね。年をね取りますとね、ただでさえはいろいろとね世話が焼けるんですが、周囲の方にね少なからず迷惑がかかる状況になっていますので、可能な範囲でね意識して老害の根源にならないようにね自分を律するというか、そんなね完璧は無理としても、無理とは思いつつも自分をねなんとかコントロールすることが大事なんじゃないかなって思っています。まず自分自身の立ち位置というか存在を改めてね見つめ直し再認識しておく必要があると思っています。若かりし頃ねバリバリとね働いていた時の自分と今の自分っていうのはねもう違うんだということをくれぐれも肝に銘じて行動することが大事だと思っています。自分の親の面倒を見つつ、これは他人事ではなくてね、自分自身も気をつけていないと周囲にとんでもなく迷惑を与える、つまり老害をまき散らすじいさんになっているに違いないというふうにね最近すごく思うようになりました。老害というのはいろいろな状況やケースがあるようですけれども、一般的に言われていることはこれから話すような老人のことを言ってるんだと思いますね。まず一つ目、自分のことばかりをずっと話す、人との会話がね成立せず、言葉のキャッチボールが成立しない、人の話をちゃんと最後まで聞かずにね知ったかぶりをする。人の話を最後まで聞かないで途中で遮る、人の話の腰を折るとかね。あとは自分自身の昔話、自慢話をね延々としちゃう。これもよくありますよね。それから会話中の相手へのね質問や投げかけがない。
これもキャッチボールができてないってことですかね。最初に言った話と一緒といえば一緒です。これ実はね、よくよく周囲を見返してみるとね、老害というか老人とまではいかないまでもね、中年の方にもこういう方結構いそうですよね。っていうかいますね。なのでね、本当注意しなきゃいけないなって思うんですよね。まずはこれからのね時代、世界をね背負っていく若い世代、中堅の世代に対してはね、まず彼らの話にしっかり耳を傾けてね、ちゃんと話を最後まで聞いて、何を言いたいのか、どういうことを考えているのか、何を意図しているのかっていうのをねちゃんと傾聴して、決して途中でね話を遮ったり、もうこの先を聞かなくてもね、要はこういうことでしょなどというね、ちょっとね分かったようなふりというか、上から目線でのかぶせはしない、人の話の腰は折らない、そういうことがね大事だと思います。かぶじいさん。またことあるごとに昔はこうだった、私はこうしていたといったね、誰も求めていない過去の自分の自慢話はね、ほんと心して慎むこと、それって大事なんですよね。大事なんだけど、やっぱねそういう風に話してしまうんですよね。よしんば話してくれと、そういう昔の話を聞かせてくれって、そういう風にね求められたら、控えめにねさらっと話して、それよりも君たちの話を聞かせてくれよと逆にね前向きにみんなへの興味を持って質問してあげる、そうあるべきなんですけど、これができないですよね。聞かれたら最後延々と喋り倒すし、聞かれてないのに話すっていうことはもうありがちで、ほんと注意しないといけないんですよね。注意してもなかなかできない、本当に難しいです。ついつい得意になって昔の話をねくどくどとしてしまうのが老人。皆さんはね目くばせしながら、また始まっちゃったよこの人の話、しかも同じ話の繰り返しね。でね、場はしらけつつもね、皆さんが先輩に気を使ってね持ち上げたりすると、もうそれこそね自慢話が炸裂してしまって止まらない。もうこれまさに老害なんですよね。ほんと慎まなければいけないですね。今こうやってね話している私自身、本当にね自己嫌悪に陥るほどズバリそのものなんですよね。飲み会とかにね行くたんびに、今日こそは飲み屋の隅っこで黙っていようと心には誓うんです。本当誓うんですよ。ところがお店行ってお酒が入ると、そんな誓いはもうねどっかに吹き飛んで、偉そうに昔はこうだったとか、俺の時代はああだこうだといった具合ですよね。これではせっかくの雑談のねみんなの楽しいはずの席がねしらけてしまいますよね。これっていつまでも自分が皆と同じ最前線に立っているような錯覚というか、過去のバリバリだった頃の自分にね酔ってるんですかね、勘違いしちゃってるんですかね、自己顕示欲なんでしょうか。これをねちゃんと是正して出しゃばらないためには、例えば自分の親の代、つまり私からしたら80代の先輩から自慢話を聞かされることを想像してみるのが良いかもしれません。おそらく誰しもそれを望んではいないんですよね。それと同じことです。老人は相手から周囲からあえて求められない限りは自分の話はあんまりね率先して話をしない。それが一番平和な気がするんですよね。さっきも話しましたけど、あえてそこ昔話を聞きたいとか、なんでしょう、例えば戦時中のね辛い話とか、その頃どんな生活だったんだろうとか、そういったことを求められている場は別ですよ。
今私戦時中の話なんてことを例えで挙げましたけど、私戦争を経験した世代ではないです。昭和34年生まれ、1959年生まれなんでね、戦争は経験してないですけど、例えばそういったことですよね。何か過去のいろいろな体験談を求められた場合は話してもいいかもっていうことのちょっとした例えでした。老害ってね、老人のことがまるで 100% もう悪いことだらけ、害だらけっていうことを言いたいわけじゃないんですよね。勘違いされては困るのでちょっと付け加えますと、やはり老人ならではの過去の辛い体験談っていうのはあるわけで、それをね後世に伝えて、平和ボケに陥りやすい、特に日本って平和で安全な国なのでよくみんな平和ボケしてるなんてね言われたりもしますけど、そういうことのないようにね、次の世代にいろいろな過去の悲惨なことなどをね伝えていくと、そういったことは大事なことではあると思います。それはね逆に当時のことを知る人だけが分かる、体験できたことですので、それをね伝えていく、それは必要なことだとは思っていますのでね、どうか誤解のないようにね。かぶじいさんチャンネルは、還暦を過ぎた私かぶじいさんがクロスカブとの出会いで人生が変わったをメインテーマに、ツーリング、キャンプ、ハイキング、登山、旅行、さまざまな道具、そして人生のお話などなど何でもありのゆるいチャンネルです。よく噛むのがたまに傷ですが、ドンマインド。チャンネル登録、高評価にコメントもどうぞよろしくお願いします。はい、ここまで、私が思う老害についていろいろとね話してきたんですけれども、ここからはその老害にならないようにっていうことをあまりにも意識するがゆえに、逆にここはもっとみんなに伝えたいんだけどあんまり出しゃばって言っちゃまずいしななんていう、そういう老害を意識しすぎるがゆえの悩みっていうものが老人や高齢者の中にはきっとあると思うんですね。私が実はそうです。老害になっちゃいけないっていうことを思うがゆえに、なかなか自分が思ってることを本来言うべきシーン、言うべきシチュエーションで言えない、そういうことがよくあります。ここからは私の実例の話で恐縮なんですが、私はとある会社のサラリーマンで、その会社一筋で約40年ずっと勤めてきました。で60歳になって、雇用延長になり、今は、部分就労をしている、そういうサラリーマンになります。なのでその40年間の会社のいろんな変遷、職場を取り巻く環境の変化っていうものをずっと40年間見てきました。これだけね時間が流れますとね、大昔は常識だったことが今は非常識でしたり、昔はね非常識だったことが今じゃそんなの当たり前みたいなね、すごいそういうゲームチェンジというか、そういう大きな変革っていうのを何回も重ねて今に至ってるわけですよね。またそれだけ時間がね流れますとね、昔一度起きたことがいろいろな事情によって衰退していった、それがまた同じようなシチュエーションがもう一回起きる。昔トライしてやってみてダメで衰退していったことがまた同じ発想が湧いてきて、再び同じことにチャレンジしようとする、そういった流れっていうのは企業の中に起きたりしますよね。これの一つの例なんですが、私がいる会社の中で起きた一例としては、組織の集約化っていうことと、組織を細分化するっ
っていうことのそのメリットとデメリットが表裏一体で、これが10年20年っていうスパンの中で繰り返され、トライアンドエラーが、起きるっていうね、これを、見てきたような気がします。で、会社の中でね、いろいろな会議体なんかがあって、これからなんでしょう、今こういう問題があって、それを解決するためにどうしていこうかみたいな話をね、チームで会議をしたりするわけですね。で、ブレインストーミングしたりしてですね、アイデアを出し合ったり、その、メリットデメリットについてね、みんなで話したりするんですけれども、そういったシーンでですね、今会社の中でバリバリにね、エネルギッシュにパワフルに働いてる人たちからのね、すごい前向きなチャレンジングな意見っていうのがいっぱい出るわけですよね。そういった時に自分のような過去、そういった同じようなシーンがあって今に至る経緯を知っている人間からするとですね、昔同じような課題認識があって、それに対して、こうやって乗り越えたらいいんじゃないかみたいなアイデアが出された時に、実はこれこれこうで、それって結局うまくいかなかったんだよなとか、こういう課題があってそれを乗り越えるためにはこういう試練があってなとか、そういった経緯を知ってることってありますよね。ただせっかく今バリバリの人たちがこうやってアイデアを上げているところに、そういった過去のね、話を、意見を、昔の経験談を持ち込むことが、みんなの勢い、やる気満々の前向きな勢いにブレーキをかけてしまうんじゃないか、水を差すんじゃないか、せっかくの流れをね、せき止めてしまう、そういうことになるんじゃないかと思うとですね、なかなかストレートに意見をね、言うことができなくなる自分っていうのがそこにあるんですね。カブじいさん。今私が例に挙げているこの会議のシーンっていうのはすごい小さい、割と自分と近しいレベルの、上下関係で言えば本当に近しい間での会社内の組織の会議体ですので、とっても意見も言いやすい場ですし、その会議のモットーとしているのは、心理的安全性の確保、精神的な自由、思ったことは何でも言っていい、あと、人の話を上から否定しない、思ったことは言うけど否定はしない、何事も前向きに捉えるっていうのをモットーにして会議体が開かれているんですけど、そうは言っても、私がここで若手の人が言ってることに関して昔こういう経緯があったからちょっとそれうまくいかなかったんだよねみたいなことはやっぱりとっても言いづらいんですよね。じゃあ自分がその会議体にいる存在理由というか存在価値は何だ、何にも言わないで黙ってたらいる意味がないっていうことになりますよね。年寄りなりの経験値がそれなりに若い人たちよりもある、そういう自分たちがいる意味っていうのは何だってことになっちゃうんですよね。そういったシーンにおいて、私はいつもちょっと悶々としてしまう。それってこうだったんだよな。頭の中では過去をなぞってですね、こうだったな、だったな、で今に至るなとかね、思い浮かべながらその場ではズバッと意見をできない、そういう自分になってしまいます。で、どうするかっていうとですね、会議が終わった後で別途、こういったこともあったんだよね、みたいなことを別の場で共有するとか伝えるとか、もしくは差し障りのないメンバーで話するとか。でもそれって今の時代のスピード感を持ってちゃっちゃかね、物事決めてどんどん前へ進めていくっていうね、今のスピード感にちょっと乗れてないんですよね。そしてせっかくさっき会議を持ったのになんであの場でそれを言わないの、なんで今更そんなこと言うのみたいなねことになって、それもやはりスピードに乗り切れない老害として捉えられてしまう。老害を意識するあまり発言を控えたことが逆に老害になってるっていうね、本末転倒な、これが悩ましいんですよね。
今の自分はそういう状況ですので、会社の会議では自分と割と年代の近い人との会議っていうのは割と忌憚のない意見を発信することができるんですけど、バリバリにね若いフレッシュな人との会議になると逆に緊張するっていうか、言いたいこと言いづらいっていうね、ほんと情けない自分があります。でもね、そんなこといろいろ考えてもしょうがないんでね、相手にね誤解が起きないようにうまく過去の経験談なんかを話すとかね、そういう風にできたらいいなと思いますが、なかなか難しいですね。今私は会社での仕事に関するねいろんな会議での自分の発信していいんやら悪いんやら、悩ましいことっていうことを話してきましたけど、これプライベートに関してもやっぱりいろいろあります。自分の経験談ここでズバッとね話していいんやら悪いんやら、求められてればそれは話すのもいいでしょうし、でも自分の立場と相手の立場がまるで一緒ってことはどちらかというと少ないわけで、人様それぞれのね事情とかありますんでね、なかなか自分の経験談を伝えるっていうのは難しいことなんだななんていうのをね最近よく思います。はい、今回は老害にならないためにはねどういうことに注意しなきゃいけないかっていうお話と、老害を意識しすぎることでねちょっと悩ましい状況になるなって、自分らしく生きていくにはどうしたらいいのかななんていうことをつれづれに話してみました。今回のお話いかがだったでしょうか。皆さんの思う老害ですとか、老害にならないためにこんなこと心がけてるよとかね、あといろいろ私のこの人生トークに関するご意見、ぜひコメント欄にいただけたら嬉しいですね。皆さんのコメントは私の動画作成のモチベーションになってますので、ぜひお願いします。そしてまだチャンネル登録をされていない方、ぜひチャンネル登録をしていただいて、次の私の動画をね待っていていただけるととても嬉しいです。それではまた次回お会いしましょう。かぶじいさんでした。かぶじいさん、週末土曜日不定期で動画更新中です。チャンネル登録とベルマークをクリックしてぜひお待ちください。